意外と好評だったラジオ的な動画の第2弾として、今回はミスターカラーラスキウスについて話をしていきます。YouTube に意外とラスキウスだけの紹介動画が少なかったので、塗装歴は全然浅いですが、解説していきたいと思います。間違ったことを言っていましたら、コメント欄で優しくご指摘ください。多くの方は、美少女プラモデルなどの肌を塗装する際に、特に気合を入れていらっしゃると思いますので、この動画が少しでもお役に立てば嬉しいですね。ミスターカラーラスキウスは、GSI クレオスさんから販売されている肌関係の塗装に特化したミスターカラーシリーズのブランドです。いつ頃からリリースされているかはわかりませんが、比較的最近から模型店に置かれているような気がします。公式ホームページからの引用です。ミスターカラーラスキウスは、キャラクターフィギュア、プラモデルの塗装に特化したシリーズです。日本のアニメやゲームに登場するキャラクターによく使用される肌色をイメージして設計し、さらに塗装コートによる肌の質感表現にフィーチャーした商品です。肌のベース色をはじめに塗り、シャドウ色となるオーバーコート用カラークリアーを重ねて塗ることで、みずみずしい肌の表現を行います。最終仕上げに、艶消し剤とパール粒子を配合したコート剤をふわりと乗せることで、より美しい仕上がりとなります。つまり、一色だけではなく、ベースからオーバーコートというように、何層も重ねて、肌の質感を表現することができる塗料みたいですね。以前作成した女神デバイス、玉物前で初めて使用してみたのですが、これは使えそうと思いましたので、今回の動画で紹介しようと思います。現在、ラスキウスシリーズでは、9種類の色がリリースされています。それぞれを組み合わせることで、色白肌から脱色肌まで、様々な質感の肌を再現することができます。例えば、トキハイロをベースとして、クリアーペールオレンジを重ねれば、日焼けした感じの褐色肌っぽくなります。すべての組み合わせは紹介できませんので、よく使いそうなパターンを、次のスライドで紹介します。あまり使ったことはないですが、クリアーホワイトを使うことで、ハイライトを表現したり、明度を調整したりできます。最後は、スムースパールや通常の艶消しでトップコートをすると一気に肌っぽくなります。もちろんトップコートせずにグロス仕上げにしても良いと思います。画面の色は実際の塗料を見ながらイメージしていますので、実際の色とは異なります。ベースカラーとオーバーコートカラーの組み合わせ例はこんな感じです。ホワイトピーチにクリアーペールレッドを重ねると標準的な肌っぽくなります。ココアミルクにクリアーペールブラウンを重ねると褐色肌みたいになります。トキハイロにクリアーペールオレンジを重ねると日焼けした肌っぽくなります。ナッツホワイトにクリアーペールレッドを重ねると色白な肌になります。他にも組み合わせを変えることでいろいろな肌を表現できます。個人的なところもありますが、投稿者はこのような順番で塗装しています。それでは実際に塗っていきます。それでは実際にラスキウスを使って様々な肌を表現していきたいと思います。大量に余っている女神デバイスの太もものパーツに塗装します。今回は標準、褐色、日焼け、色白の4種類を実際に表現したいと思います。ステップ1、ホワイトを塗る。下地にはミスターカラー GX のクールホワイトを塗装します。すべてのパーツの下地塗装が完了しました。ステップ2、ベースカラーを塗る。どの肌も基本的には同じような流れで塗装していきますので、動画では標準的な肌を表現していきます。ベースカラーとしてホワイトピーチをベタ塗りします。ホワイトピーチはいわゆるフレッシュっぽい色です。ベタ塗りをしていますが、ホワイトをハイライト部分に残すことで、より深みのある表現ができる気がします。ホワイトピーチはオーバーコートを塗装しなくても単体で肌っぽくなりますね。こちらがココアミルク。
ちらがトキハ色。薄いピンクのような色です。最後にこちらがナッツホワイトです。若干オレンジが入っているような気がしますが、限りなくホワイトに近いです。ステップ3、シャドウ部分にクリアカラーを塗る。ステップ3と4は、工程を入れ替えても全く問題ないと思いますが、まずはクリアペールレッドを使ってシャドウを吹いていきます。絶対舐めないでほしいのですが、いちごシロップのような美味しそうな色です。少しイエローやホワイトが入ったようなレッドという印象を受けます。すぐに発色しにくいように調色されている気がするので、とてもシャドウが吹きやすいと思います。お好みの感じでシャドウを吹いていきましょう。シャドウを吹くとこんな感じです。この状態が好みでしたら、ここで終了しても良いと思います。ステップ4、全体にクリアカラーを塗る。シャドウだけでは、グラデーションがきつい場合があるので、全体的にシャドウと同じ色のクリアカラーを薄く吹き付けます。塗料の希釈はグラデーションと同じくらいなので、5倍くらいに薄めていると思います。好みの色よりちょっと薄いかなくらいで止めておくと後から調整しやすいです。クリアカラーで全体をコートしたことにより、グラデーションが落ち着いたのではないでしょうか。こちらは、ベースをココアミルク、シャドウをクリアペールブラウンで塗りました。こちらは、ベースをトキハ色、シャドウをクリアペールオレンジで塗りました。こちらは、ベースをナッツホワイト、シャドウをクリアペールレッドで塗りました。ステップ5、最後にスムースパールなどでトップコート。ラスキウスのスムースパールコートでのトップコートとスーパースムースクリアーでのトップコートを比較します。そこまでしっかりとこだわってはいないですが、艶消し用の塗料はかなり薄めに希釈しています。薄めに希釈した艶消し塗料を 1,2 回ほど軽くコートします。画面左がスムースパールコート、右がスーパースムースクリアーです。スムースパールコートはパール成分が入っているので、若干パール粒子でキラキラしています。どちらを使うかは本当に好みですね。個人的な好みはスーパースムースクリアーですが、せっかくなのでスムースパールコートでトップコートを行いました。左から日焼け、褐色、色白、標準を表現してみました。個人的な見解ですが、左から2番目は褐色よりは薄手のタイツ的な表現で使えるのではないでしょうか。バニーガールのタイツとかをこの色で塗りたいですね。逆に一番左を日焼けと表現しましたが、こちらの方が一般的な褐色肌に近い気がします。色白は少し白すぎるかなと思いましたが、美少女プラモの肌は意外にもこれくらいでした。今回は一部の組み合わせだけを紹介しましたが、組み合わせる色、クリアーを重ねる回数で本当にたくさんの肌を表現できると思います。ラスキウスは自分の好みの肌を表現しやすい塗料なので、個人的にはかなり使いやすく感じています。また、すべて光沢の塗料というのもポイントが高いです。まだ使い始めて間もない塗料なので、いろいろな表現ができるように、これからも試していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。バイバーイ。